シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは、シラです。このポッドキャストではゆっくり日本語で日常のことや日本の文化について話します。日本語を勉強している人がリラックスしながら勉強もできるようなポッドキャストを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は私の1本目の動画ということで、簡単に私の自己紹介とこのポッドキャストについてお話ししていきたいなというふうに思います。まず私は日本で生まれて日本で育った日本人です。このポッドキャストを始めた理由は3つあるのですが、1つ目が小さい時から声がいいね、声が素敵ですね、そう言ってもらえる機会が何度かありました。そう言ってもらううちに自分では自分の声が好きだなっていうふうには思ったことはなかったのですが、なんとなく周りの人から褒めてもらうと嬉しくて、いつか声を使ったお仕事ができたらいいなっていうふうに考えていました。そして理由の2つ目が、高校生ぐらいの時からラジオを聞くのが好きで、毎日ラジオを聞いているうちに、私もラジオのパーソナリティの人のようなラジオでお話できるようなお仕事ができたらいいなっていうふうに考えていました。そして理由の3つ目が、私は今韓国に住んでいて韓国語を勉強しているのですが、語学勉強、外国語を勉強しているうちに、言葉を勉強することってすごく面白いことだなっていうふうに考えるようになりました。私も韓国語を勉強しているときに韓国語のポッドキャストをよく聞いているのですが、日本語を勉強している人のためにも私が日本語でポッドキャストを作れたらいいなっていうふうに考えるようになりました。その理由3つが揃って、もうこれは一度始めてみるしかないと思って今回動画を撮ってみています。このポッドキャストを聞いてくださっている方はおそらく日本人ではなく日本語を勉強している外国の方が多いのかなっていうふうに思いますが、まずは日本語を勉強してくださって本当にありがとうございます。日本語は他の国の言葉と比べてみてもとっても難しい言葉なのではないかなというふうに最近になってすごく思います。日本人でも実際に読めない漢字やわからない言葉が正直たくさんあります。英語はアルファベットを覚えたり、韓国語はハングルを覚えれば意味はわからなくても文字が読めるようになると思うのですが、日本語は文字を読むという
ことだけでもひらがなやカタカナ、そして漢字もいっぱいあって、数えきれないほど覚えないといけない言葉がたくさんあると思います。読むようになるだけでもすごくハードルが高いのに、書いたり聞いたり、またそれを使って話したりするということはとても難しいことだなっていうふうに、日本人の私でもとても思います。なのでこれからこのポッドキャストを通じて日本語の勉強をする方のお手伝いが少しでもできたらいいなっていうふうに思います。私も語学を勉強している中の一人で、よく勉強方法についてたくさん考えてみるのですが、言葉の勉強はいろんな人の言葉をたくさん聞くのがやっぱりいいのかなっていうふうに考えています。日本人の中でも一人一人話し方の癖だったりとか、声の特徴だったりとか、話すスピード、みんなそれぞれ違うと思います。だからゆっくり話しているわけではないけど、聞き取りやすい言葉をたくさん使う日本人の人もいれば、難しい言葉をたくさん使う人もいたり、早く話したり、話すスピードが速い日本人もたくさんいると思います。なので、いろんな人のいろんな話し方を聞いてみるのが語学勉強にはとても役に立つのではないかなっていうふうに思っています。なのでこれから私のポッドキャストもたくさん聞いてもらえたら嬉しいです。私の声はお昼に聞きたくなるような元気な声というよりは、寝る前や朝起きてすぐに聞きたくなるような落ち着いた静かな声だと思うのですが、最後まで寝ずに聞いてもらえたら嬉しいです。そんな感じで今回は簡単に私の自己紹介とこのポッドキャストについてお話ししてみました。これからもゆっくりと日本語でいろいろなお話をしていきたいと思っているので、ぜひ次回以降もたくさん聞いてチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。今日はこんな感じで終わりたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。シラでした。